親方すごく物腰柔らかなのにパンチはなんでパンチなんですか？髪の毛ですか？はい。そうそう、日本いっぱいで高木ブーさん、高木ブー。雷のキャラクターをやれてすぐにそれでいいなと思ってすぐにそういったそんな細かくないです。はい、あれパンチって言うんですか、高木ブー。いやでも怒りが長介は、まあ長介はちょっと近い、まあそれまだ短めでも、高木ブー。雷さんのなるほどな。それ見てパンチじゃないですよ。高木ブーに。高木ブーパンチじゃない。パンチじゃないパンチじゃないですよ。パンチとむしろちょっとなんかアフロに近い感じ。パーマ、そうですよね、そうですね、パーマです。パーマです。確かにアフロに近い。高木ブーさんに憧れてるんですか？いや、憧れてます。憧れてはいね。はい、その雷テーマということでドリルをやったんですよね。ちょっとパンチやったことないんでやろうか。そんなに深いいい話でもなかった。そうはい、その絞り出した。なんならちょっと謎は深まりました。当てつけかなっていう。もしくは適当にいなした感じで流された。流された。作ったんですこういうロゴ。作ってます。僕はうちの父親がお寿司屋さんやってまして、で同じキャラクター。じゃあちょっといじって実家のお店にはこういうのがあるんですよ。今日はカツオですね。カツオをさっと漬けにしてサラダ感覚でご用意しています。カツオの上にタイの内臓で作った塩辛を少しかけておりまして、上に叩きオクラと金ニラと白ネギをあえたもの。おいくつなんですか？私今33歳。お後ですね、今日はタイの子を今日は生姜のお出汁で炊いてご用意しております。手前に今日はこごみとたたき木の芽ちょっと散らしておりますので、香りを楽しみながらここに入って次の日曜日今日は三重県からカサゴですね、鬼カサゴ。今日締めたての身がブリブリの状態でお刺身でご用意しています。浜鯛、お長鯛ですね。お長鯛の揚げ物で用意しています。手前ちょっとすだち添えておりますので、お好みで絞っていってください。これお父さんお母さんのとこ働いてたんですか？料理を始めてちょっと半年ほど。半年ほどなんですね。じゃあなんか継ぐっていうわけではなかったんですよね。最終的に僕継ごうと思ってたんですけど、はい、一応父親にもお話しして帰るって言ったんですけど、父親が大阪東京にちょっと仕事してきたのでもったいないって言ってくださって、すごいですね。そこを踏ん切りにもうへー、はい。継いでほしいもんだと思ってましたけど違うんですね。
父親の時逆に大阪東京に行きたいって今でも雇ったらいいんじゃないですか。それも含めて一応奥にカウンター個室あるんですよ。はい。一応それも作って、じゃあいよいよお父さん専用のお父さん専用の、それ夢の店ですね、なんかね。そんなことあり。で名前も父親の時は雷寿司っていうので、まあそんなにいろんな言わない。ちょうどメスの渡りガニが旬で、カニ飯でご用意しています。下にうちの寿司飯と、上からメスの卵の部分をゆっくりと火を入れて温泉卵風にして仕上げて、上からソースバーにして比べてます。ずっとお寿司屋さんになるっていうような感じだったんですか、意識としては。いや、もう全くなるつもりなくて。そうなんですか。全くなるつもりなくて。最初はいやいやですね。就職活動もちょっと嫌だったので、父親が料理学校とかって言って、で料理学校行ったんですけど、料理学校行くと親が料理人の人たちばっかりだと思ってたんですけど。そんなことなくて、単純に料理が好きで入ってる人たちがたくさんいたので、それにちょっと衝撃を受けました。そんな好きじゃなかったのね。全然好きじゃなくて、なんで俺が作んなきゃいけねえんだと。もうただ単にその場しのぎですね。ああ。ほんまにどうしようもない。一回もう嫌で逃げ出したんですけど、逃げ出しても東京にちょっと自分探しがで。自分探しが見つからなくて、もう一回料理人になろうと思って、初めて出会ったのが最近のやり方ですね。自分探しって何やったの？築地で卵焼き全然朝の4時からお昼の12時までずっと卵焼きちゃんとしてますね。自分探して大体東京に行ってパチンカスになって帰ってくる。ですよね。お出しました。あと今日は千葉銚子の金目鯛ですね。金目鯛のちょっと骨でお出汁を取って、お出汁ごと蒸し上げてご用意してます。調味料塩だけに。江戸前なんですか。北方四島の赤羽ですね。和風にね。徳島県味ですね。生姜醤油でお願いしております。はい。
そういうような歴史とか厚さ加減大丈夫ですか？もうちょっと厚くとかもうちょっと厚めに、はい、もう少し厚く。九州さんみたいなのをさすごくこういいことのように思ってるからね。結構甘いネタにはすごい相性いいですね、シャリ。直前で皮を剥いたので、その皮目と身の間のちょっと臭みといいますか、それをちょっと洗う意味で、鰹節効かした臭みをちょっと洗う。このところはさ、息子が出てる。どうでしょう。一番の最後、炊き上がり10分前ぐらいにお醤油を入れて炊いてるので、結構白くなってます。はい、どうも。はい。最後、とるたく巻きお願いします。なぜだろう。でも大将34歳ですね。今年30になります。はい。なんだろう、昭和の匂いがするの。なんでパンチだ。パンチだから。パンチだからか。初めて多分パンチですね。でもちょっとそのね、その流れてますか。近藤さんとも積もってのいいがまた客あしらいが道理言ってらっしゃるのと、あ、そうそうそう。あとはパンチ。そうそうそう。日曜日系でも客あしらいがね。客あしらいがとても素敵でいらっしゃる。素敵ですはいありがとうございます。あまり得意ではないですけど、人見知りの若いってよく言われるんですよ。その仕事か。はい。言われることが多くて。めっちゃいいじゃないですか。めっちゃ得。でも得なんですかね。なんか自分ずっと年下しか見られたことなかったので、今年上に見られたいっていうのでパンチが確かに。でもある程度って言ったら若く見えるから絶対いいですよ。そうなんだ。パンチにすればちょっと。パンチにヒゲにしたいですか、ヒゲ。なんかちょっと方向間違ってる気がするんですけど、そうじゃねえだろっていう。そっちじゃない。違うんですか。見えそうですね。パンチにヒゲに。美味しいですよ。酒もお酒も美味しい。ああ、もう苦手。工程業務は購買で東京2人、お待たせしました。それなりにお待たせしました。驚たか、取れたく巻きですね。阿部一組で差し替えと。推薦で。パンチじゃないですよ。高木ブーに